私はミン。ベトナムから日本に来て、もう1年以上が経つ。現在、東京の建設会社で働いている。仕事は大変だが、プロフェッショナルな環境の中で、日本人の働く姿勢や細かい部分へのこだわり、そして独特なコミュニケーション文化をたくさん学んでいる。しかし、日本に住んで1年以上経った今でも、私は同僚との間に見えない壁を感じていた。職場での会話はほとんど仕事の話ばかりで、彼らの趣味やプライベートな生活について知る機会はほとんどなかった。そんなある日、仕事が終わった後、会社のベテラン技術者である田中さんが私に声をかけた。今週末、釣りに行かないか？多摩川で魚を釣って、そのままバーベキューをするぞ。釣りとバーベキューという言葉を聞いた瞬間、私はすぐに行きますと答えた。私はベトナムの田舎で生まれ育った。そこには広い水田が広がり、その間を穏やかに流れる川があった。子供の頃、私はよく釣りをしたが、その時使っていたのは竹の釣り竿、細い糸、小さな浮きだけだった。しかし、日本にはカーボン製の軽量で頑丈な釣り竿、スムーズに巻けるリール、まるで本物のようなルアーなど、最先端の釣り道具が揃っていると聞いていた。私は日本での釣りがどんなものなのか、ぜひ体験してみたかった。朝の出発、釣りの旅の始まり。私たちは朝6時に駅で待ち合わせをした。さすが日本人、誰一人遅れることなく、全員が時間通りに到着していた。私はまだ少し眠たかったが、みんなのワクワクした雰囲気が伝わってきて、一気に目が覚めた。電車で約30分移動し、目的地の多摩川のほとりに到着した。そこは東京の喧騒とは全く違う、澄んだ空気が広がる静かな場所だった。朝霧が水面をうっすらと覆い、最初の朝日が木々の隙間から差し込み、幻想的な風景を作り出していた。田中さんが私の肩を軽く叩き、笑いながら言った。こんな天気なら、魚もすぐに釣れるぞ。釣り場まで歩く途中、田中さんは日本の釣り文化について話してくれた。日本人の釣り文化。日本人は釣りが大好きだ。釣りはただの趣味ではなく、忍耐力や集中力を鍛える手段でもあるんだ。日本には海釣り、川釣り、管理釣り場での釣り、さらには北海道の冬の氷上釣りなど、様々な釣りスタイルがあるらしい。しかし、日本ではどこでも自由に釣りができるわけではない。多くの川や湖は保護区域として管理されており、釣りが禁止されている場所も多い。釣りをするには許可が必要な場所もあり、一部のエリアではキャッチ&リリース、釣った魚を逃がすルールが義務付けられている。私は興味を持ち、尋ねた。じゃあ、多摩川では釣りの許可が必要なんですか？田中さんは笑いながら答えた。いや、今日行く場所は自由に釣りができるエリアだよ。でも大きな湖や鮭やマスがいる川では釣り許可証が必要になるんだ。私は驚いた。ベトナムでは川や池に釣りに行くのに特別な許可なんて必要なかった。ただ竿を持っていけば
好きなだけ釣ることができたのだ。釣り場の風景。釣り場に到着すると、すでに数人の日本人が釣りを楽しんでいた。一人で静かに竿を構えて集中している人もいれば、友達と談笑しながら釣りをしている人もいた。それぞれ釣りのスタイルは違っていたが、みんなリラックスした表情で、釣りそのものを楽しんでいる様子だった。多摩川のほとりに良い場所を見つけた後、私たちは釣りを始める前の準備に取り掛かった。釣りは単に竿を水に垂らして待つだけではない。それには戦略、入念な準備、そして釣りたい魚への理解が求められる。20年以上の釣り経験を持つ小林さんが私の隣に座り、こう言った。竿を準備する前に、まず今日は何の魚を狙うか決めないとな。私はうなずいた。確かに、魚を釣るには、まず魚のことを理解するのが大事だ。彼はさらに説明を続けた。多摩川にはいろんな魚がいるけど、特に多いのはキビレ、オイカワ、コイ、ライギョだ。キビレとオイカワは小さくて比較的簡単に釣れる。コイは賢いから根気強くやらないといけないし、巻き餌を使って寄せる必要がある。ライギョは獰猛で肉食性だから生きた餌の方がいい。私は少し考えた後、質問した。じゃあ、今日は何を狙いますか？キビレとコイだな、田中さんが即答した。キビレはバーベキューにぴったりだし、コイは味噌汁や刺身にできる。私は急にワクワクしてきた。地元ではキビレはあまり見かけないが、コイなら馴染みがある。今日は日本のコイが地元のコイとどう違うのか確かめてみよう。釣る魚を決めたら、次は餌選びだ。小林さんが餌箱を開けると、中には様々な種類の餌が入っていた。ミミズ、生き餌、どんな魚にも使える定番の餌。エビ、生エビ、キビレやライギョを釣るのに最適。特に大物を引き寄せる。コーン、茹でたトウモロコシ、コイにとっては非常に効果的な餌。ルアー、疑似エライギョやオイカワなどのフィッシュイーター向け。小林さんが私を見て尋ねた。まずはキビレを狙ってみる？それともコイ？私は少し考えてから答えた。まずはキビレにしましょう。バーベキューのために釣らないと。田中さんは大笑いした。いいね。じゃあ、エビを使おう。キビレはミミズよりエビの方が好きだからな。小林さんは新鮮なエビを一匹取り出し、慎重に針にかけた。そして説明した。エビをかけるときは、強く刺しすぎると潰れてしまうから注意な。大きな魚を狙うなら、背中の部分に針を通して、まだ動ける状態にしておくといい。私はじっと観察しながら、自分の針にもエビをかけてみた。釣りは単に針につけた餌だけに頼るものではなく、魚を釣り場に引き寄せることこそが最も重要な要素だ。そのため、私たちは巻き餌を使って魚を集める必要があった。小林さんはバッグから茶色い粉の入った袋を取り出し、こう言った。これはキビレとコイ用の巻き餌だ。この混合餌には米ぬか、魚粉、そして香りを強めるための少量の魚醤が入っている。
私は驚いていった。地元でも鯉を釣るときに米ぬかを使いますよ。でも、僕たちは冷やご飯や魚のフレーク、ルクを混ぜることが多いですね。小林さんはうなずきながら言った。それなら似てるね。でも、日本の魚は魚粉の匂いが好きみたいだよ。彼は巻き餌を一つ噛み取り、水と混ぜて適度な粘り気になるまでこねると、小さな団子状にして、狙いのポイントへ投げ込んだ。田中さんが補足した。キビレは食いしん坊だから、餌の匂いがするとすぐに寄ってくる。でも巻き餌を一度にたくさん巻きすぎると、魚が満腹になって餌に興味を示さなくなるんだ。私はうなずいた。地元で釣りをしていた時は気にしたことがなかったが、細かいテクニックがたくさんあることに気づいた。さて、すべての準備が整った。残るは最後のステップ、竿の調整と仕掛けを水に投げ込むことだ。小林さんは私のリールを確認し、浮きが適切な高さで浮くように調整した。これで、魚が餌をくわえた瞬間に気づけるようになる。田中さんが念を押すように言った。キビレは餌を吸い込むように食べるからな。浮きがゆっくり沈んでも、すぐに合わせちゃダメだ。しっかり引き込まれるのを待ってから一気に引くんだぞ。私は真剣に聞き、慎重にやらなければと自分に言い聞かせた。そして全員が一斉に竿を振り、仕掛けを水中へ投入。餌は準備万端、巻き餌も巻いた。あとは魚がやってくるのを待つだけだ。竿を置いた私は、じっと水面を見つめた。5分経過、10分経過、何の反応もない。次第に焦り始め、まるで浮きを睨みつければ、魚がかかるかのように凝視する。すると、ビールを片手にした田中さんが笑って言った。落ち着けって。釣りは魚を釣るだけじゃない。この待ち時間を楽しむのも釣りの醍醐味だぞ。私はうなずき、少し肩の力を抜いてリラックスしようとした。すると突然、小林さんの竿がピクピクと揺れ始めた。彼は素早く糸を少し巻き、集中した表情でタイミングを測る。そして一瞬の間を置いて力強く竿を引く。次の瞬間、水しぶきを上げて小さなキビレが姿を現した。おーっとみんなが歓声を上げ、私は思わず感嘆した。すごい。めちゃくちゃ早いですね。どうやったら魚に食いつかせられますか？小林さんは笑いながら言った。竿の動きを感じるんだよ。糸が少し揺れたら構えて、強く引き込まれた瞬間に合わせる。私は息を飲み、今までで一番の集中力を発揮した。日本での初めての魚を釣り上げるその瞬間を夢見ながら、私は深く息を吸い込み、全神経を竿に集中させた。餌は完璧に準備され、巻き餌も巻き終えた。あとは魚がかかるのを待つだけだ。多摩川の水面は静かで、太陽の光を受けて小さなさざ波がキラキラと輝いている。私の釣り竿はわずかにしなり、糸がちょうどいい張り具合になっている。赤い浮きがゆらゆらと水面に浮かんでいた。私は息を潜め、目を離さずにそれを見つめ続ける。
すると、浮きがかすかに揺れた。心臓が少し早く鼓動する。これは小魚が横切っただけかもしれない。あるいは、キビレが餌を警戒しながら様子を見ている証拠かもしれない。もう一度、わずかに浮きが動いた。私は無意識に竿を強く握りしめる。手のひらがじんわりと汗ばんでくる。そして次の瞬間、浮きがゆっくり沈み始めた。来た。私は心の中で叫んだ。だが、小林さんのアドバイスを思い出し、まだ引いてはいけないと自分に言い聞かせる。魚が確実に餌を食い込み、引っ張るのを待たなければならない。浮きが揺れ続け、数秒後。突然、水中へすっと消えた。今だ。私は手首に力を込め、勢いよく竿を引いた。ガツン。強烈な抵抗が竿を通じて腕に伝わる。糸がピンと張り、竿が大きくしなった。水面が突然、激しく波立ち、大きな影が暴れ出した。重い。これは大物だ。私は興奮しながら叫んだ。田中さんがすぐに立ち上がり、声を張り上げた。しっかり持てよ。逃がすな。私は必死に竿を握りしめた。魚が左へと猛スピードで突っ込み、糸が鋭い角度で引っ張られる。次の瞬間、今度は右へ一気に方向転換。これは間違いなく大きなキビレだ。小林さんの声が響く。私は冷静さを保ち、竿の角度を調整しながら慎重にリールを巻いた。もし無理に引っ張れば、糸が切れる可能性もある。額に汗がにじむが、そんなことは気にしていられない。完全なる一騎打ち、私 vs キビレ。数分間の格闘の末、魚の動きが鈍くなり始めた。あと少し。私はゆっくりとリールを巻く。水面に大きな波紋が広がると、銀色の光がキラリと輝いた。もうすぐだ。頑張れ、ミン。田中さんが声をかける。私は歯を食いしばり、最後の力を振り絞ってもう一巻き。バシャーン。水しぶきを上げながら、見事なキビレが跳ね上がった。銀色の体が太陽の光を浴びて眩しく輝く。魚は必死にもがくが、小林さんが素早くタモモを構え、一気にキャッチ。うおー。今日一番の大物だぞ。誰かが歓声を上げる。私は息を切らしながら、信じられないような表情で魚を見つめた。40センチメートルを超える立派なキビレ。銀色の鱗がきらめき、尾びれはまだ力強くバタバタと動いている。田中さんが私の背中を力強く叩いた。すげえ。お前が今日の最大記録だ。私は満面の笑みを浮かべた。この手以来、駆け引き、そして勝利の瞬間。釣りの醍醐味がすべて詰まった忘れられない経験だった。私はそっと手を伸ばし、魚のひんやりとした滑らかな鱗に触れた。この瞬間こそ、すべての釣り人が待ち望む勝利の瞬間だ。釣りが終わると、私たちは釣った魚を確認しながら片付けを始めた。今日の釣果は、
キビレ5匹、うち1匹は私の大物。追い川2匹、そして大きな船1匹。田中さんが嬉しそうに肩を叩き、笑顔で言った。今日は最高だったな。さあ、今度はこの成果を味わおうぜ。私たちは川沿いの開けた場所を見つけた。大きな木の下でちょうど日陰になっていて、焚き火を起こし魚を焼くには最適な場所だ。皆、早速準備に取り掛かった。小林さんと田中さんは魚の下処理を担当し、私は他の仲間と一緒に炭火の準備をすることになった。魚の下処理。まず、川の水で魚をきれいに洗う。私は小林さんが包丁を滑らせるように魚の表面を削ぐのをじっと見ていた。すると、銀色の鱗が日の光に反射しながら次々と剥がれていく。キビレは丸焼きが一番うまい。鱗を取って腹を裂いて内臓を出せばそれで十分だよ。そう言いながら小林さんは手際よく魚をさばいていく。田中さんはバッグから日本酒と生姜を取り出し、魚に日本酒を振りかけた。日本酒は魚の匂みを取るだけじゃなく、身をふっくらさせるんだ。さすが経験豊富な田中さん、こだわりが違う。炭火の準備&焼き始め。炭が赤く燃え始めた頃、小林さんが焼き網をセットし、軽く油を塗った後、キビレを一匹ずつ並べた。ジュワ。魚が網に触れた瞬間、香ばしい音が響く。その直後、油の乗った濃厚な香りがふわりと立ち上がる。キビレの油が炭の上に滴り落ち、白い煙が細く立ち上る。田中さんはトングで魚を優しくひっくり返し、ムラなく火が通るように気をつける。皮はこんがりとした黄金色に焼き上がり、パリパリになってきた。身はふっくらとして、湯気とともに甘い香りが立ち上る。その匂いに、みんなが思わずごくりと唾を飲み込んだ。うわぁ、めちゃくちゃいい匂い。私は思わず叫んだ。小林さんはにやりと笑い。自分で釣った魚をその場で食べる、これ以上の贅沢はないだろ？縁の始まり。焼き始めて20分後、ついにすべての魚が焼き上がった。みんなは一斉に輪になり、待ちきれない様子で箸を手にする。田中さんはキンキンに冷えたビールを掲げ、今日は最高の一日だった。乾杯。全員が声を揃えて叫ぶ。乾杯。ジョッキがぶつかる音が響き、宴が正式にスタート。絶品。キビレの炭火焼き。私は焼きたてのキビレを箸でつまみ、すりおろした生姜を入れた醤油につけて一口。パリ。まず、香ばしい皮がサクサクと砕ける。そして、中のふんわりとした白身が口いっぱいに広がり、醤油のコクと生姜の風味が絶妙に絡み合う。うまい。思わず叫んでしまい、みんなが大笑い。楽しい語らいと美味しい時間。食事を楽しみながら、釣りの思い出話が次々と飛び出す。昔、こんなでかい鯉を釣ったことがあってさ。いやいや、俺なんか糸が切れちゃって、大物を逃したことがあるよ。みんな大笑いしながら、
焼き魚を頬張る。川辺を吹き抜ける心地よい風が炭火のぬくもりを和らげる。空には美しい夕暮れの光が広がっていた。最高の釣り、最高の魚、最高の仲間。今日という日を私は一生忘れないだろう。夕日に染まる多摩川、そして帰路へ。太陽がゆっくりと沈み、多摩川の水面を赤く染め始めた。私たちは道具を片付け、帰る準備を始める。私は炭火から立ち上がる最後の煙を見つめながら、心の底から満ち足りた気持ちになっていた。美味しい食事を楽しめただけではなく、釣りを通して貴重な経験をし、大切な思い出ができた。次の挑戦へ。田中さんが私の肩を軽く叩き、ニコッと笑っていった。次は夜釣りに行かないか？来魚は夜の方が釣れるし、面白いぞ。私は思わず笑い、ワクワクした気持ちが湧き上がる。もちろん行きます。次はもっと大物を釣ってみせますよ。ただの釣りではなく、大切な一日。帰り道、私はふと考えた。これはただの釣りではなかった。今日一日を通して、私は日本の文化をもっと深く知ることができた。そして何よりも、異国の地で本当の友を得ることができた。夜風が心地よく吹く中、私はそっと微笑みながら家路を歩いた。